こんにちは。こんにちは。久々の三島さん。盆栽祭り、たくさんの方がお越しいただきましてありがとうございました。すごく声をかけられて、本当励みになりましたので、これはまたね、盆栽級出させていただきたいなと思いまして、今回お願いした次第ですね。で今回は岡田君にこの木をどう作るかっていうのを相談。そうですね。今回テーマは手のひらに乗る森を作ろう、なんかそういうテーマでちょっとやりたいと思ってまして、心拍ですね。そうですね、心拍の株立ち樹形なんですけど、こういった素材をちょっと手に入れたので、森の景色とか風景をこの盆状に表現できたら面白いんじゃないかっていうことで、取り木ですかね、これですよね、多分。今日はよろしくお願いします。はい。一応ですね、正面となる候補をですね、なんとなくシャリが削ってありますので、こちらに定めてみました。でですね、主木となるものをこれですね、これにしたいなと思ってるんですね。そうですね。そして流れとしてはこっちへ流したいっていう、なのでまっすぐというよりかは右へ倒して、でこの木が少し右流れっていう風になるように、あとはこういったのを少し落としたり、少しこう真ん中に詰まりすぎてるので、一個一個独立させるような感じで枝が見えるようにするとより遠近感が出て、森が作れるんじゃないかっていう、そこに今回テーマとしてやりたいなと思いました。前は見せて少しこう全体的に奥行きとか、もっと言うとこの広角レンズで見たようななんかその横の景色っていうのを出せたら、この小ささでそういう盆栽を作れたら面白いんじゃないかなと思いましたので、そのような構想でいますね。結構こういって足元がしっかりしてる、こう多感ってあんまり心拍がないので、それはすごい面白いですね。完全になんか熱乱みたいな心拍なんですけど、こういうのはあんまりないから、逆にこれ生かして作れれば結構面白くなるかもしれない。雄大な大地みたいに作れるかもしれない。ヒノキとかでありそうなね。そうですね。でも結局取り木で作るんですよね、こういうのは。なので多分大きい木の上のところにブワーって出たのを取ったんじゃないかなとは思うんですけど。どうしましょう。枝とか抜くことありますか？僕見るに一旦これで作ってみていいんじゃないかなと思いますけどね。でそれぞれやっぱり太い枝で下にこう流したい枝とか、その上に出てる枝とかってあるんで、それぞれこう下から順に下げていって、こう作っていくだけでだいぶ良くなるんじゃないかなとは思いますけど、やっぱ心拍だから、森を作るにしてもまっすぐすぎるのはちょっとあれかなとは思うんで、アルミ線とかでもいいと思うんで、ちょっとかけた後に曲をつけながらとか、ちょっとこう螺旋になっちゃうかもしれないけど捻転させるような感じで作っていった方がいいんかなとは思いますけどね。心拍だから高いところにあるからってことですか？そもそもやっぱ尾崎のね、薬師樹林もそうだけど、まっすぐではないじゃないですか。やっぱこう動く捻転してたりとかあるから、やっぱ平地でもやっぱああなるんですよね。やっぱそういう風な感じで、ズドンとヒノキみたいなまっすぐよりかは若干やっぱ動きっていうのはこの多感でも作ってあげた方が心拍らしさが出てくると思うんで、だから銅線でやってもいいんだけど、やっぱアルミ線でちょっと動かしながらやっていくっていう方が僕はリスクなくていいんじゃないかなと思います。じゃあ三島さんの最初の構想通りに一回作ってみる感じで大丈夫ですか？どうぞ。じゃあ、これからアルミ線の方かけて少し自分なりの曲をつけて少しこう開いていきたいと、それをじゃあ最後いつものようにカントさんに少し確認してもらって、手直しという形で完成させたいと思います。お願いします。よろしくお願いします。一番 YouTube はちゃんとやってくれて。もう大丈夫？できてた。ちゃんとやって一番早く起きちゃった。本当に。じゃあ
これでもうじゃあやっていきます。やっちゃいます。これ一個僕気になるのが、先端がやっぱ元気で、内側から吹かせたいのかなとか思うんだけど、そこは考えなくていいですか？本来であればこれちっちゃくするんでやっぱそうしたいんですよ、で結局今はないじゃないですか、で懐にあんまり枝がないから、結局全体が一緒だから光が入んなかったり蒸れちゃうわけだから、やっぱり下げるとか下げないといけないですね、そうすることによって光とか風が当たるようになって、またどんどん胴吹きしてきたりとか、今あるやつも元気になってくるんで、まずは広げるとこはしっかり広げるっていう意識でやっていくといいと思います。わかりました。そのまま作ればそれの改善点とか内側からも芽が出やすくなるという。そうです。2パターンあって、もうそれを見越してもう追い込んじゃう。で、何か年計画でどんどん追い込みでちっちゃくしていくパターンと、一旦作っちゃうパターンがあると思うんですよ。多分三島さんとしては一回これそうですね、作っちゃいたいっていう構想ではありますね。なので懐こう出てるやつはあんまり切らずに、このまま残しながら針金をかけて一旦形にして、でそこから下の方の中の方懐目が充実してきたら追い込むみたいな感じが一番いいんじゃないかなと思います。イメージこう枝はこう生えてたらもうこう下ろす感じです。この出てる方向に下ろすみたいな感じの方が、まあ今だと八方に出てますよね。そうすると八方にこう下げていくっていう作り方で、出の通りに下ろすっていう方がこう出てのわざとやるんじゃなくて、出てる方に下ろしていく方が理想ですね。じゃあ作業お願いいたします。はい、じゃあ頑張ります。はい。それじゃあアルミ線をかけていきたいと思います。同じような太さのものにこうかけていって、例えばまあここですよね。同じような太さのものを、まあアルミなんでね、こういう形でやっていく。そうですね。針金掛けは慣れたもんですもんね。いやー、それがですね、結構45度っていう角度でやれてなかったりとか、まあやっぱ難しいっすよね。今でも結構もう6、7年ぐらい7年目になりまして、おかげさまで当時園入りまして、勉強になりますか？やっぱ勉強になりますね。いるだけでも勉強って感じで、まあただ僕は本当にこの教室いただけって感じですけど、本当にいろんなことを勉強させてもらってる、こういう教室にいたから続いてるっていうのもありますね。まあ一人では盆栽続かなかったんじゃないかな。木戸ごちそうさまでした。めっちゃ、はい、素晴らしい教室です。今焼肉をおごってもらいました。いいな。いいところですね。いいところですね。サードプレイスですね。針金は下からかけるんでね。そうですね。はい。とりあえずまあこういうのをいくつもやっていくと。そうですね。結構すぐ終わるかもしれない。終わるかもしれないですね。いつも仕事遅いんですけど、今日は結構時間に余裕持ってできるかもしれません。じゃあ、はい、引き続きお願いします。はい、続けます。大盆栽祭りは、はい、なんか買いました？大盆栽祭りは赤松をちょっと買いまして、はい、結構気に入っております。県外の赤松ですね。昼間さんみたいに東園さんに棚借りて、そうですね。結構なね置かしていただいてますけどね。はい。おまけでちょっと見せてもらえる？わかりました。いいですよ。あとちょっと今日は東園さんで買い物したいと思ってまして、ぜひねその買い物動画撮っていただきたい。マジですか？おまけで使ってください。もう買うもん決まってる？買うもん決まってます。だけどこの作業が終わるまでに売れちゃってたらダメです。それはしょうがないですね。買えないですけど。じゃあこうおまけまで盛りだくさんということで、はい、そうですね。ぜひ当時園でどんな商品買うか見ていただければと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。盛りだくさんです。盛りだくさんですよ。T シャツのあれやらなくていいですか？ T シャツの宣伝してくれますか？来てくださいよ。わざわざ来てきたんですよね、今お昼。来てくださいよ。合わせてきまして、コーディネートしてきましたから、かっこいいっすよこれ。歌川国吉でしたっけ？でここにちゃんとね
江戸時代の盆栽も入ってて、個人的には国吉私も好きで、猫のね、こうやって合体してるようなのがすごい好きなんですよ。人の顔になってた。すごい人がいるんだな。初めて見た時にこれもね、着物がだって猫ですもんね。あ、本当だ。そうだね。ドクロ猫ですよ。ああ、知らなかったです。だからこういうセンスっていうか、天才ですよ。いないよね。こういうのすごいと思います本当。はい。ぜひ皆さんも盆栽系ストアで販売中ですのでお買い求めください。かっこいい。残りわずか。特に個人的に黄色が好き。僕も黄色が好き。じゃあ、はい。宣伝でした。はい。あらかた太い針金かけて、今伏せてるような状況ですね。でまあ時間があればより細かい枝かけたいんですけど、ちょっと自分のスキル的に全部難しいんじゃないかっていうところで、お時間の都合が。そうですね。はい。こんな感じ。はい。じゃあこれを下げて、そうですね。神田先生にチェックしてもらうと。そうですね。曲付けまでやれるかちょっとわかんないですね。やりましょう。やります。頑張ります。はい、ちょっと今日はもう時間になってしまいましたので残念ながらここまでということで、ちょっとまた来週、細かい針金をかけて、まだ曲付けができてませんので、今開いた状態ですから少し自分なりに曲付けをして菅さんに見てもらおうかなと思いますので、今日はここまでにしたいと思います。ちょっと今の状態見せてもらっていいですか。はい。まあ本当に針金をかけて、まあ四方八方に開いたっていうところまでですね。ちょっと全部かかってないので、また細かいところ。結構やっぱ細かいのかけるとね、大変ですね。時間かかりますね。ね、本当に1日かかっても終わりませんでした。じゃあ、はい、また来週ですね。1週間経ちました。1週間経ちました。あ、これ先週からやってるやつなんですね。そうなんですよ。先生が変わりました。はい。先生サッカー見に行っちゃって。そういうこと言っちゃいけないか。今三島さんどんな感じで。そうですね。まずは先週までは針金をかけて四方八方に伏せた状態ですね。でそこから心拍らしさっていうことで曲付けをするようにカンタさんに指示受けてましたんで、自分なりにその構想をこの木に投影して今のこの形に持っていったつもりですね。右流れ、っていう形で作ってありまして、左流れですか。左流れですね。さすが慣れてらっしゃる。慣れてらっしゃる。まとめ上げたような状況になってます。いやいや、すごいいいと思いますね。いいですよね。終わっちゃうじゃん。終わっちゃう。多分ね、最初本当に多分まっすぐだったんですね、きっとね。そうですね。多分こういう木ってそのまま枝が伸びてまっすぐだったんで、心拍ってそもそもどういうところにあるかってもっと厳しい状況のところにあるんで、そんないわゆる里の木に見えちゃ面白くない。だからやっぱり方向性をねつけたのもいいですし、こういうとこ下げたっていうのもよく分かって、で曲付けしたのもよく分かるので、そういう点ではいいと思いますね。で私やるならもう少し棚を少し今全体的にバーッと隙間が空いてるんで、これはこれで培養にはいいんですね。もし私でやればなんですけど、これとここら辺で一つ棚を作りたい。で、ここは上に少し上げて、ここに隙間を作りたいんですね。ちょっとここだけしてみていいですか。お願いします。均一になっちゃってるんで、この枝逆に上げます。でここはちょっとこれをこちら側に振って、この辺でもう一つ塊作りますかね。でふわーでいいと思うんですよね、この辺はね。ここは逆に少し上げて、これがちょっともうちょっと見せたいんですね。もっと上げてもっと幹を見せるってことですか。そうですね。だからもう少し下げる枝と上げる枝をはっきりさせる。これなんかも下下がってるんで、これ上の軍団というかそれなんで、もっと幹を見せるべきなんですね。そうですね。多感の幹を見せた方がいいかなと思うんで、この時期はそんなに激しい針金かけはねあんまりやらないので、で一つ塊をむしろ上げて。
塊がポンポンとこう少し作ってあげて、これがさっき言ったね、ちょっと上げてあげるともう少しここら辺が見えてくる。これも上げる。この木の一番の課題は里っぽく見せないっていうんですかね。現状結局全部同じ感覚で開いてあるので里っぽい木に見えちゃってますよね。まあ厳しい木ではない。そうなんですね。だからやっぱり曲つけるっていうのはそういうところですよね。ちょっとこの時期曲をつけるとね、あれなんです。こういうのを少しこう変化がもうちょっと出てくると、これは逆にこう少し前に。上の方の棚作りってちょっと難しくないですか？そうですね。これがねガランドになっちゃうといけないんで、こういうのは少しこういうので肉付けしても構わない。こういうのも本当はね日当てるためにこう広げてあげた方がいいんですけど、でも棚を作ることによって隙間ができますから、そうすると日差しがこういうとこ入ってくると思うんで。やっぱ棚を作った方がいいんですか？棚を作った方がいいですね。その棚を作ることによって隙間ができるんで、棚ができるってことは、細かく分かれてもいいんですけど、大きく隙間ができるじゃないですか、棚を作ると。はい、そこにやっぱり日差しが入ったり風が入ったりして、そうするとやっぱ目が吹いてくるんですよね、懐からね。なるほど。はい。ざっくりですけど、大して変わってないっちゃ変わってないかもしれない。まあね、今枝がいっぱいあるんでね。そうなんですよ。本当はさっきね、これ下げたんですけど、この枝に対して懐から出てるじゃないですか。その枝ってね、本来はね上行くんですね。セオリーで言うと、これちょっとさっき一回下げたんですけど、なんか上から出るように。ということで、なんか一応ね、この辺の隙間とか、この辺の隙間とか、で、多分この辺も隙間あると思うんですけどね。はい。で、少し幹を見せたぐらいで、とりあえずはこれぐらいでいいんじゃないですかね。あんまり、冬になったらもうちょっと幹にアルミかかってるんでね、もう一回やってもいいと思いますね。幹曲げを。その方が、まあ野手に飛んでるんで、あんまりこうね、ヒノキみたいな木になっちゃうと、ただそんなに激しい曲げは必要ないと思うんですね。ゆらりゆらり。ゆらりゆらり、やっぱり株立ちなんで、全体がそんなに激しいっていうのはね、ちょっとおかしい気もするんで、いいですよ。こういう木珍しいんでね、心拍でね。そうですよね。なかなかこれだけの多感そう珍しいないなと思いまして、いわゆる熱らというか。そうですね。面白いと思います。ありがとうございます。植え替えは？植え替えをね、まあ鉢がちょっと今想定してなくて、どういったのがいいんでしょう、これヒューマンさん。浅いのがいいですよね。まあなんかポンと出てくるのは平石みたいな、なんかこう石もいいんじゃないですか。石、クラマ、石的なものがまあ情景を出しやすいのかなとはポンと出てきたんですよ。どういった鉢が合いそうですか。いやなんか浅い楕円のね浅い鉢とか、ただこれがね今ちょっとだいぶ低いんでちょっとぶつかっちゃう可能性ありますけど、植え付けちょっとこっちですね。そうですね。気持ちこう傾けて、流れはこっちなので、例えばこう楕円で少しこういわゆる短冊じゃないですけども、長い楕円の鉢に入れて、少しこう寄せて植えるっていうのもなんかこういい景色を出せるんじゃないかなと個人的には思うんですけど、まあこれとこれが同じ位置になるとおかしいんで、これちょっと上に上げてね、これ下がってますから、この2本がね少しまっすぐ素直すぎるんで見えてるやつがね、確かに、だからやっぱり少し変化欲しいですね。その方がこうなんか荒っぽいというか、まあ心拍らしい、そう素直すぎちゃってるんでね、そこだけじゃないですかね。できるだけ野手に飛ぶように見せるっていうね、いやまずやっぱりこの棚割りをしていただいたことによって盆栽としての姿にしていただいて、あとやっぱりここが見えましたよね。そうせっかくの多感なのにまあいろいろポンポンポンって棚割りせず置いといたことによってこの株立ちが見えてなかったように思うんですね。なんで今回蛭間さんいろいろ直していただいた中で一番私はやっぱりこう至らなかったなっていうのはここがちゃんと見えるように直していただいた。どこを見せるんだこの木はって時に多感見せろよっていうこ
ことをちゃんと蛭間さんはやっていただいたのかなと思いまして、ここだろうと、チャームポイントは、まあ、そこ見せなさいよっていう、まあ、そのための棚割りをそうですね、まあ、なさっていただいたのかなと思います。珍しい木なんでね、レッツメーカーニュー盆栽じゃないですか。そうですよね、忘れてましたよ。石田さんの木ですから。そうです、私の木ですから普通の木作りたいって思ってないですよ、僕は。そういうのはもういくらでも作る方いるんで、そうない木を作りたい。先週ここで話してるのをちょっと中で聞いてたんですけど、バンドやってたんですってね。バンドやってます。いやだから三島さんの熱さってそこから来てるんですよね。そうかもしれない。そう思った。そうですよ、熱いんですよ三島さん。いや熱いですよ。レッツメーカーニュー盆栽です。本当ですよ何の動画になってる。いや本当に今こそやっぱり盆栽でね、何か変えられるんじゃないかと。音楽でやれなかったことを僕は盆栽でやりたいと思います今こそ本当に緑の革命かもしれない、これが。でもニュー盆栽です。やりたいです。はい、と思います。はい、ここからさらにどうですか。はい、確かにね。終わりはないんでね。まあ多分曲付けすればもっとコンパクトになりますもんね。そう。あと前ね Q さんも言ってた通り、中の吹いてるのね、今後どうなってくるか、まあそういうのも日が入ってね、短くしてったら形も変わるし、またね変化していく木なんじゃないかなとは思いますね。課題は野手に見せる、表現するっていう、里に見せないっていうところが一番課題だと思います。野手。じゃあ今後は針金掛けでもう曲付けか。もう一回ですね、冬に曲付けするのと、まあ植え替えですからね。ちょっと多分その頃にまたもう少し吹いてると思うので、じゃあまたこれの続きはまた見せていただいて、ぜひ枯れなければもう枯れなければはい、じゃあ締めていただいていいですか。はい、このチャンネルがいいと思いましたら、ぜひチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。レッツメーカーニュー盆栽。ニュー盆栽。久しぶりに。はい。カンタ帰ってきました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どう勝ちましたか、試合は。2勝2敗。2勝2敗。惜しくも。三島さんの方チェックお願いします。はい、じゃあお願いします。はい。どういうあれで？一応最初ですね。まあ結局今ね、そんな枝抜かずに作ったと思うので、でまたここから枝が抜けて、結局枯れる枝とかも多分出てくると思うんですけど、そうした時にどう対処するとか、あとはこの胴吹きしてるやつですね、こういうのを使ってもっとちっちゃくコンパクトにできてくるともっと良くなると思うので、こう今開けてるじゃないですか。開きましたね。そうするとここは光が当たって風も入って、どんどん伸びてくると思いますので、もう少し早く作っていくんであれば、例えばちょっと一回り大きい葉鉢に入れて肥料をあげると、この胴吹きも元気になってきて、でまた逆に言うとこの、長い先端の方ですね、こういうのも詰めていくだけで懐の芽の成長も全然変わってきますので、ちょっとやっていくといいんじゃないかなと思います。そうしますと、じゃあ鉢を緩めて培養に努めるとが一番その早くちっちゃくする方法、一旦その見栄えとしてはよくはないかもしれないけども、それをやることによって成長を加速させることができる、早く作ることができると思うので、でまたその五葉松とか他のものと違ってこの胴吹きを使いやすい樹種が心拍だと思いますので、どんどん吹かして追い込んでってやるともっとコンパクトに、枝がちょっと長いと思うんですけどそれも短く見えてくると思うので、そうするとより小さい心拍の森っていうのを表現できると思います。ありがとうございました。でちょっと気になるのはこの棚の作り方とかかな、もう少しそれぞれの枝をそれぞれの棚っていう風にこの枝があったらもうじゃあここの棚っていう風にちょっとそれぞれの棚をちっちゃく作っていくと、その株立ちらしいその風景が出てくると思うんですよね。これを棚割りを大きくすると今度は模様着っぽくなっちゃうんですよ。そこをどっちにするか、こう株立ちにするんであればもう少し
それぞれの棚をちっちゃくそれぞれはっきりさせていくとスケール感が出ると。これ一個の木として見ちゃうと模様着みたいな棚割りに今現状なってる感じがあるかもしれないです。その一つ一つの棚をちっちゃくしていくと。でもしそこの棚に枝が多いんであれば抜いたっていいわけです。で元の方の懐の方にですね力を上げていけばもっといいわけで、だからやっぱ追い込んでちっちゃくしていくっていう方がもっとスケール感が出てくる。今ちっちゃい棚割りがまたそれはそれで難しそうな気もしたけどね。まあでもそんなね、例えば今ここで言うとこの枝がこの下から生えてるわけですね。枝が生えてるのはこの辺でこうそれぞれの枝っていう風にこう棚をこう分けていくわけですね。ここまでせっかくかけたんであればちゃんと目起こしもしっかりできるように下でこうやってでこうちょっと飛び出てるの取ってここっていう風に作ってここはここっていう風に作ればもっと綺麗な棚作りができる。こんなちっちゃくていいんですか？棚1個。だってこんなこれを巨木に見せるんですか、はい、そしたらやっぱある程度はちっちゃくないとそのスケール感が出ないんですよね。森ですからね、カントさんね。そうですね。森見てね、これそれぞれの木に見せないといけない。枝じゃない。枝じゃない。一本木ですもんね。そう。こうちょっと分けていってあげるとよりスケール感が出ると思う。例えばここなんかもね、こんなでかくいらないわけですよね。なるほど。ちょっと切っちゃえばいいんですよね、この辺の強いやつですね。一番下ここにしたように。長かったらこういうところで切る。ね、そしたらここでこうやってやればここで一つできるわけです。でその下にこういうのを作っていけばいいわけで。なるほどね。そう。これ難しいですね。でも。いや難しいですよ。言うほど簡単じゃないですこれ。っていう感じで作っていくといいと思います。これ全部にやって。はい。今ちょっとこの辺ごちゃっと一塊になっちゃってるから。要はごちゃっとしてるってことは多いってことですよね。抜いちゃってもいいぐらい。そう。ちょっと間引きながら、ただこういうのは大事にしてですね。だから間引くんであればこう元から胴吹きしてるような枝は残して、長っぽいやつは取っちゃうとかね。こういうやつとか。こういう長いのは取っちゃって短く出てる胴吹きのやつは残すみたいな感じでやるといいと思います。どうですか、三島さん、できそうですか？やるしかないですね。自分はもうやりたいなと思います。それぞれの人にそれぞれの答えがありますので、盆栽っていうのはね。いやすごく良かったんじゃないでしょうか。今回形にしていただいたり、実際にこういうところを気をつけてやるんだよってことをお二人に聞けたってことはすごく勉強になったと思います。はい、すごくいい時間だったなと思いますね。はい。おめでとう。ありがとうございました。ありがとうございました。おまけですね。おまけですね。はい。ちょっと気になってる木がありまして、当時園らしい木じゃないかというので。ちょっとこの辺のすごいのが。こういうのはちょっとまだ自分には無理ですけど。すごいのを変えてくれるんですか。ちょっと気になってるのがどれだろう。いくつか。いや一つ。はい。今日はもう一個買って終わりにしたいと思います。はい。じゃあどれでしょうか。実はこちらです。こっち。この子です。売り物じゃないです。この子です。売り物じゃないよね。はい。可愛い。そう。夏い子だ。はい。実はね、これが欲しいなと思ってました。これです。直感なんかこんな風に潔く生きたいななんて思って。なるほど。やっぱ木に人生を見てますね。三島さんは。自分にないものなんでしょうね。すぐ生きるってこと。いや、三島さんまっすぐじゃないですか。いやっぱりこれなんか当時園のね打ち出してるその細めき、で直感、で枝もあって棚になってて、これを短冊系の浅いやつね。図書でそういうのをちょっとやってるんですけど、直感好きなんですね。そうですね。なんとなくやっぱり奥多摩を感じる、僕は。植林にあるようなあれですけど、ヒノキですけど。津山。
なんとなくね奥多摩に行った時そんなのなるほどあったのかななんて。じゃあこれを購入ということで、買いたいと思います。じゃあちょっと、言いましょサイコインで盆栽買えますか？サイコインで買えますよ。あ、じゃあう。欲しいってよろしくお願いします。これどれですか？これです。逃げられて。これはいはいお願いします。サイコインっていうのはペイペイみたいなやつね。埼玉ペイペイみたいな。埼玉市民がはい。使えるアプリです。あありがとうございまあ。じゃあお買い上げで。どうやって終わるのこれ。わかんない。逆になんかおすすめありますか今？そうですよね。そういうの聞いた方がいいの。おお。いいじゃない。山木です。山木。まあここついであるんですけ衣替えした山木。ど、もともとこっちで作ってたやつ。ああ、なるほどね。だけど、こういうのがシャリがシャレが見えていいね。やっていいよねって、もうちょっと僕も落とせるとこあるかなとは思ってるんで、ちょっと仕事をしようかなとは思ってます。なるほど。じゃあすっきりしてる。差し枝引っ張ってきて、そうですね。頭をねどこにするかでね。もうちょっとボリュームをバランスちょっと変えてあげたいですね。比重があるからそうね。ちょっと前に乗せたいからね。これはまた面白そうな。これを作ってからじゃあまた値段は変わるか。そうですね。そうね。このウインナーとかついな。ああいいじゃないですか。これも自然。そうですね。三島さんの言う自然のちょうど時期です。ね綺麗いね。やーこれはもう中入っちゃうね。中入っちゃうねこれ。柔らかく作るのがね結構ズイナの特徴ですけど、こういう風に多感で自然味があっていい。いいね。こういったものがあるんですね。あります。はい。まだあんのかな。もうないのかな。あります。ちょうど見頃があります。見頃。これ？これあれじゃん。花？あ、違うか。花が。花か。あと色混じってるやつ。ああ、黄金。うん。黄金の。紀州ですね。紀州の花付き。好きってあんまり。お花見ができる。いいね。荒々しい感じがね。ここがいいね。ここ見せたいね。ここね。見える。ね、どんどん新しいものが毎回ね増えてますね。吉田の吉上。あ、これいいよね。ねこれいいなと思ってた。ちょっと僕何年か作って。じゃあ売り物じゃないんだ。いやいや売れますけど、まあ、僕売れなくてもここチャレンジしたいなと思って。へえ。いい人に買ってもらったら一緒に国風へ行きましょうと。これだ作ってこの間剥がりしたので、このね何年か計画で V の字に剥がりされてます。どうだ。はい。あとはいっぱいありますね、おすすめが。今の時期。これは何ですか？紫式部ですね。紫式部の多寒樹系。株立ち。株立ちか。花入ってます。咲き始めました。本当だ。なんか珍しいね、こういうの。いや、あんまりないですよ。ね、紫式部で。これも売り物。おお。じゃあ欲しい方は。僕のところにねよく連絡来るんですよ。この木が欲しいですって。で僕違うので途中に連絡してください。はい。じゃあ、締めてください。はい、買い物動画でした。だけでした。また。ありがとうございます。ありがとうございます。お祭りで買った木は？あ、これです。どれ？こっちからのがいい。はい。あ、これ。はい。あら、いやー素敵な。かっこいいっすね。ここがねいいですね。そうですね。へえ。これをちょっと狭くてね取れてるか取れてないか。取れてるか。ちょっと持ち上げてみて。はいはい。そんな感じ。おお。ちょっと逆光になっちゃってもうちょっと下げてもらえると。はい。おお、いいですね。いいでしょ。ここがやっぱいいですね。かっこいいでしょ。まあちょっと足元二股ですけど、なんか逆にそれも個性なのかな。ああ、ここ。ええ。まああとは古いし。鉢と木も合ってんじゃないですか。これお高いんじゃないですか。まあ
まあま頑張りました。大三島さんの棚で、そうですね。これもねいい木ですよ。これもこれこれはもうもいい木。山木ですかこれ。そうですね。初めて買っ初めての山木。木で、おもうこれで変わりましたね。あ見る目が。なんか今まで高い木を買うって頭なかったもんです。いいですね。そうですね。これ直感の。そうですね。これを作ってたので今回これ買ったんだ。ました。で同じようにまあ短冊に入れてみたい。でこのスペースを取って確かにね。なんか一本で見せる盆栽にしたいっていいですね。思いますよ。あとはまた梅雨時になったらこの辺若松。曲げてみたいですけどね。一個ぐらいボキッと行きますか。行きます。なんかそういうのをやってみたい。そこはじゃあ昼間さんに聞きながらそうですねやるのもいいかもね。逆にね、昼間先生でやってみたいですね。じゃあそれもお楽しみください。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。